この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は可愛いの作り方7選ということで、可愛くて元気なキャラクターを描く方法について紹介していきたいと思います。僕は普段ですね、キャラクターのイラストを描くことが多いんですが、その中でも元気なキャラクターを描くのが得意です。なので今回は僕が可愛くて元気なキャラクターを描くときに意識していることを7つ、絵の描き始めから描き終わりまで段階ごとに紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければ、可愛いキャラクターを描きたいんだけど、いまいちどこに注意していいのかわからない、なかなか可愛く描けないというお悩みを払拭して、確かにここに気をつけたらいつもよりも可愛い感じに描けた、そんな風に変化していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。仕草をつける。はい。まずですね、最初に紹介するポイントは、仕草をつけるということです。よくですね、キャラクターを描こうとするとき、特に初心者の方はですね、キャラクターのバストアップを描くときに、棒立ちの絵を描いちゃうことが多いです。こんな感じの絵ですね。でもね、これをやっちゃうと、それだけで可愛さって大幅に目減りしちゃうんですよ。なぜかっていうと、可愛さって半分ぐらいはそのキャラクターの動き、仕草に含まれているからです。棒立ちを描くっていうことは、せっかく使える武器の半分をあえて使わないことを意味していますから、まずはここに気をつけて描き始めてみましょう。意識するポイントはですね、やっぱり手を画面の中に入れるってことです。手を画面の中に入れようとするだけで自然とキャラクターにポーズを取らせる意識が芽生えますから、ポーズを考えるのが難しいなっていう人は発想の取っかかりとしてね、どんな手の表情を描こうかなっていう風に考えると考えやすいかもしれませんね。今回僕の場合はガオーってしている手の表情をさせてみました。ガオーポーズ、僕はねすごく好きなので結構頻繁に描いちゃいますね。このポーズ可愛くないですか？はい。まずは下書きなのでざっくりとラフ目に描いていきます。この段階ではあまり詳細に書き込むようなことはしません。遠目で見て、可愛いかもって自分で思える程度の雰囲気が出ていれば OK でしょう。はい。こんな感じですね。左右反転してバランスを確認する。でね、ここからすぐに線画に行っちゃいたくなるんですが、可愛いを作りたい時にはぐっと我慢してください。なぜかというと、可愛いという感覚はバランスの良し悪しがすごく影響してくるからです。顔の大きさ、首の太さ、体の傾きや手の表情、すべてのバランスをこの段階で整えていく必要があります。なので一旦いつものようにグレーで仮塗りをしていき、バランスを目で見て分かりやすい状態にしつつ、はい、この段階でぜひ左右反転して書き進めていくことをお勧めします。左右反転すると何がいいかっていうと、バランスに対してすごく客観的になれるということがあります。特にね、初心者でありがちなのが、ほとんど手癖で描いてしまうっていうことです。手癖で描くこと自体、絵に勢いが出ますし、それはそれで必要なことではあるんですが、あまり手癖だけに頼りすぎているとですね、手だけじゃなく目にも癖がついちゃっていることがあるんですよ。目に癖がついちゃっていると、顔のバランスが傾きすぎていたり、ほっぺたが膨らみすぎていたり、片目だけ異様に大きくなりすぎていたとしても、そういう癖に気づきづらくなってしまうんですね。でね、その癖が強すぎると、絵全体のバランスが崩れてしまい、他の人から見た時に、あれ？なんかこのキャラクター、ちょっと可愛くないなっていうかなんか、変だなっていうね、バランスの印象になりがちなんです。それを避けるためには、ラフの段階で一旦左右反転して、バランスを整えてあげること。これがね、非常に有効なんです。目と目の距離、口の位置に注意。さあ、ではここでどんなポイントについて注意しながらバランスを整えていけばいいのか、いくつかのポイントを紹介していきたいと思います。まず一つは、目と目の距離ですね。目が離れすぎていないか、逆に近づきすぎていないかを左右の目を選択範囲で選択して、今よりも近づけたらどう見えるのか、離したらどう見えるのか、目の大きさを少し大きくしたらどう印象が変わるのか、逆に小さくしたらどう感じるのか、そんな風に実験しつつ見比べてみると、
と自分にとってのベストなバランスを探すのに役立つと思います。意外とね、こういうバランス調整ってやった方がいいのは分かっていても、実際にやる人って多分絵描きの1割未満だと思いますので、これをしてみるだけでもね、かなり抜きんでたバランス感覚を身につけることができると思います。あとですね、目も大事なんですが、キャラクターにとってもしかしたらそれよりも大事かもしれないのが口です。なぜ口が大事なのかっていうと、口ってですね、他の部分がどれだけうまく描かれていたとしても、口のバランスが狂っているだけで、あら、おブス。ちょっとね、ブサイクに見える原因になりやすいんですよ。そうなんです。口ってうまく描ければプラスに働くんですが、それよりもバランスが崩れてしまった時のマイナスに働く危険性がめちゃめちゃ高いパーツなんですよね。もうね、ちょっとパーツが下にずれただけでも、ほら、なんか、おブスになっちゃったでしょ？今、わざと僕そういう風にしましたけど、結構口の位置や大きさがずれちゃっていて、それだけで損している絵って結構よく見かけます。さっきの目と同様、口については特に顔のどの部分に置いたらベストなのか、大きさも含めて実験してみることをお勧めします。ちなみにね、余談ですが、口の表情について、口を開けるとより元気な表情に見えやすいですし、閉じるとおとなしめな印象になりやすいと思います。表情によっても絵の印象をガラッと変えることができるので、覚えておいてくださいね。ラフで可愛いと思うまで描く。そして、これもとても重要なポイントなので、ぜひ気をつけてください。先ほどから可愛いはバランスだよ。バランスを整えるには目と口の位置、そして大きさなど細かいパーツの配置にも気を配るのが有効だよとお伝えしました。皆さん、それを聞いてこう思いませんでした？そんな細かいパーツにまで気を配りながら描くなんて、ラフを描いてるのにもう聖書みたいじゃんって。はい、その通りです。可愛いを作るためのコツ、実はこれめちゃめちゃ大事なので覚えておいてください。可愛いキャラを描きたいとき、もしそれが苦手だなーって感じている人は特にですね、もう聖書のつもりでこのラフの段階で限界まで可愛くしちゃってください。もうね、普通だったら下書きって言われると適当でいいと思っちゃうじゃないですか。軽く当たりを取るぐらいで形を整えていくのは線画を描いていく時でいいや、そんな風にね、思っている人も多いと思います。でもはっきり言いますよ。それがね、可愛くならない原因なんですよ。いや、だって当たり前じゃないですか。先ほどからお伝えしているように、可愛いは微妙なバランスの上にやっと成り立っている感覚なんです。ちょっとでもバランスが崩れてしまうと、それは即座に可愛くないに繋がってしまいます。そんな微妙なバランス調整、初心者であればあるほど、線画を描くのと同時にこなせるとお思いですか？無理。それはね、無理ってもんです。いや、だってプロでも難しいんだもん。簡単なラフをした時期にいきなり可愛いキャラを線画で描こうとしても、それはね、うまくいきにくいです。理由は、線画を描くという作業と、可愛くするという作業。この2つを同時にしようとしているからですね。まあでもね、逆に言えば、この2つを同時にしようとして失敗しているだけですから、一個一個着実にこなしていけば失敗のしようがありません。まずは線画に進む前に、ラフの段階で限界まで可愛くしちゃってください。そうすればですね、この勝負、あなたは勝ったも同然です。線画で柔らかさをプラス。さあ、ラフの段階で限界まで可愛くしたので、線画はね、もう楽勝です。先ほどの作業を丁寧にこなしていれば、キャラクターの形やアウトラインはもうこの段階ではしっかり整っているはずですから、あとはこのラフ画を薄く透かしてなぞっていくだけ。超簡単です。でも一つだけ意識してほしいのは、特に可愛い絵を描く場合には、線画を描くときにあまりね、キチキチと硬い線でキャラクターを描かないように意識したいですね。特に武器などの直線的なパーツが含まれていない場合には、できるだけフリーハンドで長いストロークを駆使しながら、ラフに含まれる微妙な曲線もちゃんと拾いながらですね、柔らかく描いていくのが良いと思います。たまにね、ここはもう大体直線に近いから、もう割り切って、直線にしちゃえってね、線を単純化しちゃう人がいるんですが、これはね、ブブー。ダメです。そういう判断の連続がキャラを硬く見せてしまいがちなんです。そんな風に単純化してしまうとですね、ラフで細かいバランスの調整をして限界まで突き詰めた効果が薄れてしまいますから、さっき作った自分のラフを信じて丁寧に細かい曲線まで拾うように線画を仕上げていってくださいね。
補色を取り入れて元気さを表現しよう。ここからは着彩です。色を塗っていきますね。最初のベタ塗りの時のコツは、単純作業なので特にコツっていうコツはないですが、強いて言えば肌色など薄い色を塗る時、背景の白と区別がつきにくくて隙間が空いちゃったりすることがあります。こういう時には一旦肌色を塗ってコマンド I で階調を反転して塗ってあげるととても作業がしやすいと思います。階調をね、反転するのでほぼ黒になっちゃいますが、この色で肌色を塗り終わった後、もう一度コマンド I。これを押すとですね、元の肌色に戻すことができます。塗りムラなく仕上げるテクニックですね。で、今回のキャラは、可愛くて元気なキャラというテーマで描いています。先ほどお伝えしたように、ガオーのポーズによって、このキャラの元気さって伝わっていると思うんですが、ポーズだけじゃなく、色によっても元気なイメージを増幅させることができちゃいます。それが、補色を取り入れた色使いにするってことですね。今回のイラストの場合には、髪の毛の黄色に対して補色の青を取り入れることによって、元気で可愛い印象を作り上げています。もしかしたら、パッと見ですね、青はサングラスと目にしか入っていないと感じたかもしれませんが、実は他の部分にも入っています。はい。白い布地の影色ですね。ここも青寄りの影にすることによって、肌色と髪の毛の黄色と補色対比を作り上げることができ、パッと見た瞬間に、元気な色だなってね、生き生きした印象を作り出すことができます。補色対比は黄色に対しての青だけではなく、赤に対しての緑、オレンジに対しての紫など、いろいろなパターンが考えられるので、ぜひ自分自身でも実験してみてくださいね。背景でキャラクターを際立たせよう。さあ、キャラクターが描き終わりましたので、これで終わりとすることもできますが、背景によってもさらにキャラクターの印象を際立たせることができますので、背景めんどくさいよーと言わずにチャレンジしてみてほしいです。今回は元気な印象を際立たせたいイラストなので、実は背景でも補色対比を使うことができますね。キャラクターが黄色なので、背景にも青を持ってくることで、よりキャラクターの黄色が際立ち、元気で活発な印象を持たせることができます。逆にしっとりした柔らかい印象を作りたかったり、全体としての統一感を優先したい場合には、背景に補色を持ってこずに同系色でまとめるという選択肢もあると思います。これはその時その時の目的によって使い分けてください。日の光を少しだけ遮っている葉っぱと、その奥にもくもく湧き立つ入道雲を描き加えたら、はい、可愛いの作り方を解説してみた、獣耳キツネッコちゃんの完成です。さあ、いかがでしょうか？今回紹介した7つのポイントを押さえれば、こんな風に元気で可愛い女の子を描けるようになると思います。ぜひぜひチャレンジしてみてくださいね。いかがだったでしょうか？今回は可愛くて元気なキャラクターを描く時のコツをラフから仕上げまで時系列順に追いながら解説してみました。ただね、時系列順の説明だっただけにもっと細かい部分を集中して解説してほしいっていう人も当然いると思います。そんな方はこちら、完全版可愛い目の描き方講座。こちらは目だけに絞っていろいろな目の描き方を解説した動画です。そしてもう一つ、印象値って何？顔もっと可愛くする魔法を教えます。こちらは顔の中身のバランスの整え方について、今回よりもさらにマニアックに深掘って解説した動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。